ミーバー。はい、どうも現代忍者です。ニンニンピョンピョンということで、はい、前回ね、はい、長江を境に北派、南派ある中の南家の降下圏を龍先生老子から教わったじゃないですか。はい、私、右腕のこことここ、壊れてますよ。じゃあちょっと先生、うわ、明日もいやもう両手に食らったじゃないですか、もうさっき指先が冷たくなっちゃって、やばいのもらってるって感じですもん。うわね、これもう音全然違うでしょでしょ。俺それ、カメラも回ってないところで先生のご自宅で何発ももらってんだから、帰りお前ハンドルを握れないぐらいお前手しびれてたんだよ。今その気持ちめっちゃわかります。わかるでしょ。ご愁傷様です。はい、えぐいでしょ降下圏。えぐいね、よく先生のね、会って自宅まで行ってそうだよ、再オファーしに行ったんですよ。最高ですよ。まあやっぱりリアルな暗殺武術っていうのもね、ちょっと教えていただきたいなということで、で先生を出演していただいたわけなんですけどね、もう一個技があるんです。あるんですね。はい、蹴り技を見せてくださいと言った時に、すごく面白い蹴り技があったので、それをあなたに紹介したいです。ああ、なるほどね。そして受けていただきたいです。いいよ、もう受けシリーズは。それは先生お呼びしようよ。老子をお呼びしましょう。そう、老子をね、お願いします。龍先生よろしくお願いします。まず先生、その受け客っていう蹴りはどういうことなんですか。相手分からないように、早く隠して低い切り方ですね。はい。軽くはない。軽く。ちょっとそんな話がよ。最後もらって、だってすごいっすね先生じゃん。いやもういただいちゃってるから。じゃあね、このチャンネルがいいなと思った方は高評価ボタンをよろしく。チャンネル登録もね忘れずにね。タビちゃんもびっくりしちゃった。びっくりしちゃった。それなんです。はい。ちょっと気になるからあと解説していただきます。先生すみません、ちょっと今の解説よろしくお願いします。はい。まず相手中心崩す。手に入れて判断して。中心を崩すようにして、そうですね。相手を離していく。今と空気で風足クロス。はいはい。手首じゃないから。足首です。じゃあ後で足です。その蹴るモーションとかなんかこういうのじゃなくて、普通の状態で相手のバランスをこう崩すっていうことですよ。その今来るだろ。いやこっちの意識だったんで、ここ今でしょ。もう無意識でしたよ。で蹴り方もさ、本当に滑る感じになるよね。格闘技でも何でもそうだけど、もらうって分かると耐えれるじゃん。じゃなくてどこが来るか分からない状態でいきなり例えばもらうと気絶するんだよね。カウンターとかもそうなんだよね。もらわないと思って自分が殴ってるからだけどもらうわけじゃん。だから落ちやすくなるっていうか、意識がないと思ってるところにスコーンってくるっていう。先生、その練習方法っていうのはどのような感じになるんですか。手一生使うんですね。今分かった。ちょっと解説して。今先生が俺にブワッと上にイメージ来たわけ。上からよって。その時に足でスコーンっていくからドカダーンなるわけよ。今俺先生もう殴られるのかなとまた思ったわけ。でも多分今蹴られてたら俺もこうだった。ちょっと先生明日も経験したいです。まあでももうねちょっと来るだろうなっていうふうに思ってるけど、まあちょっと構えちょっとこう。どうようちの老子。涙出てる。すごい先生いたでしょ。
だから本来はもっともっと強をつくんで、そうそうあそこまでいらないんです。そうそうそうだからオープニングで早速これもらったでしょ、んあんな感じになると思うよ。そうだから俺やっぱ軽くても、もう本当どん兵衛が悲鳴上げてるぐらい痛かったでしょ。もちろん無計画もやらないとこは狙うのそうですね、自分強いところ弱いところホワイトも骨とかを普段これみんなふにしてないから、はい外とここがつけてここ内側が一番痛いですよ。たここ内側軽くここ内側軽く痛いですね。じゃあ先生効果圏は内ローキックみたいな攻撃はあるけど、じゃあ球団より上の蹴りっていうのはないんですか。あるけど大体よくねおへそいいからですね。おへそいいからな。上手あるから意外に場所小さいからはい。安定してこれ軽くこういう軽くこういうもともと南剣のルーツっていうのは要は船の上で、そうそうこれ安定しないとダメです。はい、不安定なところで戦う技だっていうふうに聞いたんですけど、やっぱそうなんですね。狭いところまさにうちの戦闘術と一緒なのよ、はい、要は戦闘術もジャングルとかいろんなところ戦うので、要は蹴りを上げちゃうとバランス崩れて危ないから、必ず腰から下しか蹴らない。そうですで今のような先生に教えていただいた無計画をコンバットブーツでトーンってやれば、できよもう。あ要は上ねナイフ持ってるわけでしょ、ナイフ持っててこのナイフに意識いくでしょ、そしたらパーンってやったらワキッと折れちゃうよコンバットブーツだったら。これだけでも分かるでしょ。南剣はより実践的で本当に暗殺術だったんです。そうだよね、だから先生だからその若い時ですの話なんですけど、やっぱりそのストリートファイトよくやられてた時も、先生よりもちょっと背の高い方の時とかもやっぱりこの足からいくって感じなんですか。そうですね。仕事ですね。仕事ですね。仕事で入るですね。早くこおれ前そらここから前行かないと。解説してください。解説しますね、はでちゃんと構えててもこうやってもこう防げられるだけど、こういう意識をねこの意識を持たせるから無計画なの。ここでこっちなの。はい、これはやっぱりより実践的で、あと見てて納得するわ。でバランスさえ崩しちゃえば今みたいにバランスさえ崩しちゃえばあとはいけるでしょっていう。先生僕も先生が30年前に武術雑誌「ウーシュン」の表紙を飾ってた時にですね、先生の記事たくさん読みました。文化大革命の時は先生はもうストリートでこうバンバン戦われてたと。今は先生あれですよね、この武術を喧嘩に使っちゃ厳しいですよ、まずいですよね。喧嘩食べるクイズはですね、今で健康楽しみにやってるんですね。全然違うから早く強くこういう実践的にやるですね。喧嘩するから早く勝つ、だから早くこういう考えですね。やっぱり相手を何秒以内に倒すとかってあるんですか。すぐ決めないとダメですね。どういう意味ね、例えばこうですね、例えばその自分を守らない、手だけですね、手だけ足持つ切る掴むラケットさ同時にさ、これ足と手一緒に使わないとダメです。これバラバラじゃダメです。要は打つだけじゃダメ、掴むだけでもダメ、蹴るもダメ、投げるもダメ、4つ全てが一緒、全部が一緒になるっていう、ね、今はこう掴む、突く、今蹴るも全部一緒になったでしょ、つまり全部が一つになる。それが喧嘩でいうとその一番有効なんだよって。どうですか先生、うちの坂口効果剣少しは理解してますか。よくできる先生、ありがとうございます。ありがとうございます。そういう意味で先生、その一度に4つっていうのではどういう練習方法。ちょっとさっき高校当時は例えば掴む引くだからこれ引くだからこれ引くだけで持つだけさあこれ一緒あるさこのハックに一緒あるさはい、ダメだ。今トレーニング方法を先生に聞いたと思うんですけれども、ちょっと視聴者さんに分かるように一回解説の方よろしくお願いします。先生におっしゃったのが、
こういう型があったでしょ、こう先生ね、こう型、いこれが全部がその打つ蹴る全ての動作のあれをイメージしてやることによってその型が完成してくる。それが練習方法。全ての型には意味があってたくさんの何通りもの道ができるんだよっていう武術のっていうのを先生がおっしゃってました。なるほど。じゃあその先生が型をやっていただいて見よう見まねで結構ですので、はい、その型をやって終わりましょうか。タクチャンネル。じゃあ先生見せてください。よろしくお願いします。はい。はい。そうです。よし、ありがとうございます。タクチャンネル。今の動きも全て全て意味がある、はい、その一つじゃないっていうね、4つは要はたったこれも防御にもなるし相手を使うことにもなるし攻撃にもなるしっていう一つの動作で要はたくさんの意味があるんだよっていう。高加減の老子優先生、絶対 YouTube とかね普段出られるような方じゃないですから、ちょっとこれ見た人はえっとなるんじゃない？なると思う。先生どうでした？このタクチャンネルという YouTube に出演されて感想の方ありましたらお聞かせ願いたいんですけれども。あと楽しい。楽しいです。ありがとうございます。視聴者の皆さん絶対出ない方ですからね。そうです。はい。本当特別にね。特別なんだね。けど本当に今日先生から学んだことをまた、帰って練習したいと思います。はい。はい。先生本当にありがとうございます。このチャンネルがいいなと思った方は高評価ボタンよろしくお願いします。そして先生の、施術されている、ホームページ、概要欄にリンク貼っておりますのでそちらの方も覗いてください。はい。はい、先生本当に今日は一日ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございました。ウィーバー